何もしてないのに株価を表示させるアプリができました。次どういう機能を作ろうかなって悩んでる時に、次にやるだろうということを推測して提案してくれてます。はい、皆さんこんにちは。AI 部長ネタです。本日は GitHub Copilot を紹介していきます。皆さん GitHub Copilot って知っていますか？プログラムをやってる人は知ってる人も多そうですが、GitHub Copilot は GitHub と OpenAI が共同で開発したコードの保管を自動でやってくれる AI のサービスになっています。少し前にリリースされていて、存在は知っていたんですが、利用するのにお金が少しかかるので、どうしようかなということで様子見してたんですが、どうやらかなりすごいという噂を聞いたので、自分でも申し込んで使ってみました。使ってみた感想としては、想像していたよりも、すごく良さそうで、プログラムを仕事でやってる人とか、これからプログラミングを学んでみたいなっていうふうに思ってる人にとっては、一度検討してみてもいいのかなというふうに感じました。で、生成系 AI って、よく嘘を生成するということで、ハルシネーションの問題というのが取り上げられています。で、プログラムの場合は、実行すれば、そのプログラムが正しく書けているかというのが大体わかるので、生成系 AI と特に相性がいいのかなというふうに感じます。本日は GitHub Copilot の概要と、どんな感じで使えるのかということについて紹介していきます。それでは早速やっていきましょう。はい、最初にまず、GitHub Copilot でコードを保管してくれる AI のモデルなんですが、Codex という OpenAI が開発したモデルになっているようです。皆さん OpenAI が Codex というモデルをリリースしていたということを知っていましたか？私は今回調べてみて初めて知ったんですが、2021年にリリースされていたようで、GPT-3 をベースとしてプログラミングに特化した言語モデルとなっているようです。いろんなプログラム言語を保管することができるんですが、特に Python に強いということでした。はい、続いて、料金なんですが、個人で使う場合と企業で使う場合で料金が変わってきます。で、個人で利用する場合は1ヶ月あたり10ドルとなっていて、企業の場合だと1ヶ月あたり19ドルかかるようです。で、企業の場合は権限の管理とか、プロ棋士の設定のサポートとか、そういったことをやってくれるみたいなんですが、コードを生成する機能に関しては、個人でも企業でも変わらないようです。あとは、個人利用の場合は、フリートライアルというのがあって、私が申し込んだ時は、30日間無料で使えるということだったので、興味があれば、一旦試してみるというのも良さそうです。はい、それでは、実際に使ってみて、どんな感じかというのを見ていきます。で、今回は、ストリームリットという Python で簡単にアプリケーションを作成できるフレームワークを使って、証券コードを入力すると、その会社の株価を表示するような簡単なアプリを作成していきます。それでは実装の方やっていきましょう。はい、それではアプリケーション作っていきます。今回は VS コードを使ってコードを書いていくんですけれども、最初にまず GitHub のページの設定画面から Copilot というところで無料版を申し込めると思うので、そちらから申し込みを行っています。で、GitHub Copilot の使い方としては、こちらの Extensions ですね。こちらを押してもらって、私も出てるんですけども、GitHub Copilot と打つと、こんな感じで上に出てきます。GitHub Copilot と GitHub Copilot Chat というのがあるんですけども、2つともインストールしています。で、インストールしたら、VS コードと連携させますかみたいな画面が出てくると思うんですけども、自分の GitHub アカウントと連携させれば、こちらの GitHub Copilot を使えるようになりました。はい、それではコードの方を書いていきます。こちらのファイルから、main.py としましょう。で、ここにコード書いていくんですが、上にですね、GitHub Copilot を使うには、Ctrl プラス I を押してくださいということで、こちらを押してみると、こんな感じでテキストボックスが出てきます。ここに Copilot にやってほしいことを書いていきます。ストリームリットで日本株を表示するようなアプリケーションを作成してください。はい、そうするとこんな感じで今コードを提案してくれています。25行のコードですね。で、もしこのコードが良ければ、こちら Accept を押すと、このコードが確定します。こちらを押してみましょう。はい、こんな感じで今コードが書けました。すごい簡単ですよね。で、このアプリがちゃんと動くのかっていうのを、実際にですね、起動しながら見てみましょう。ストリームリットラン、main.py ですね。こちらを実行します。はい、そうすると今ブラウザが立ち上がりました。こんな感じで、何もしてないのに株価を表示させるアプリができました。これバツをして、これですね、選ぶと変わってくれるんですかね。変わってくれますね。はい、こんな感じで簡単に株価を表示することができます。はい、ただ、もうちょっと機能をつけたいなっていうふうに思ったときは、例えばですね、これ今選択肢から株価を選んでるんですけども、自分で入力できるようなテキストボックスを作ってみたいなというときは、こちらですね、選択して、ここで Ctrl I を押します。で、選択ではなくて、ユーザーから証券コードを入力してください。というふうに打ちます。
そうすると、左側が元々のコードで、右側が提案されたコードになっています。はい、こちらをアクセプトします。はい、で、これをセーブして、もう一回 Web ブラウザ見てみましょう。で、更新すると、はい、こんな感じでですね、証券コードを入力することができます。6501T ですね。Yahoo ファイナンスの場合は .t が必要なので、こういう風に入力します。はい、こんな感じで簡単に仕様を変更できます。あとは他にも、出来高を表示してみたいなっていう時は、こちら選んでですね、コントロール I とか押して、クローズだけじゃなくて、ボリュームもクローズのグラフの下に表示するようにしてください。はい、そうするとこんな感じで提案してくれました。ちょっとこれ見ると、多分ですね、同じグラフに表示してしまいそうな気がするんですが、一旦ですね、アクセプトします。で、セーブして、ブラウザ行って更新します。で、6501T とかですね。打つと、こんな感じでですね、出来高と株価が同じグラフに表示されてしまってます。はい。なので、ちょっとコードを書き換える必要があるんですけども、こういう風に選択して、コントロール I で書いていくという他にも、コメントを書けば、それに応じてコードを保管してくれます。例えばこれ一回消して、クローズのグラフを表示するという風にすると、こんな感じでですね、グレーになってるのがわかると思うんですけども、この状態でタブを押すと、先ほどグレーであったコードが確定して、保管がされるという感じです。はい、これで 015T という風に打つと、終値がですね、表示できました。で、もう一回戻って、ここでですね、出来高のグラフを表示する。そうです。で、タブを押すと。待ってると、この保管機能が効いて、コードが提案されるので、こちらもタブを押します。そうすると、今これ株価と出来高が表示できるようになったかと思います。はい。で、セーブして、更新をします。で、6501T ですね。押しますと。はい。そうすると、株価出来高が表示されました。結構すごいかなというふうに思うんですけども、皆さんどうですか？で、もうちょっとカスタマイズしてみますか？一旦戻って、次どういう機能を作ろうかなって悩んでる時に、これエンターを押してですね、一行開業すると、こんな感じで次にやるだろうということを推測して提案してくれています。タブを押してみます。株価データを表示すると。で、エンターを押すと、こんな感じで株価データと。で、データフレームですね。これを選んでると。で、保管がもう出てこないので、一旦ですね、これセーブしてみましょう。で、ちょっとこれ選んで、更新して、実行します。そうするとこんな感じで株価データが表示できるみたいですね。株価と出来高が表示できるという感じですね。なるほど、なるほど。こういった感じで簡単に機能が追加できます。はい。で、もう一個 GitHub チャットというのがあって、こちらのですね、チャットマークのところをですね、押します。そうするとこんな感じでテキストボックスがあって、ここで何でも聞きながら開発をすることができます。で、ちょっとこれちっちゃいので、ここでですね、Open Session in Editor というところで、エディターで開きます。ここ開けて、こう押しますか。で、これちょっと邪魔なので消しますと。で、これは、チャット GPT 使ってる人多いと思うので、わかると思うんですけども、ここで何かしら聞くというところで、例えば、このコード何やってますかと。はい、そうすると、このコードはこういうことやってますよっていうのが返答してくれるということですね。これはチャット GPT 使ってもいいんですけども、こういうふうに横にあるとですね、いちいちブラウザ切り替えたりとかするのもめんどくさいかと思うので、そこまで難しいことでなければ、この GitHub Copilot を使ってもいいのかなというふうな感じがします。あとは、このエラーとか出た時にですね、そのエラーの内容を貼って、なんでエラーが出たんですかとか、原因を聞いたりすると、そういった使い方もできそうです。はい。で、あとは、このコードですね。こんな感じでベタ書きで書いてるので、リファクタリングをしてもらいたいと思います。で、そういう時は、これですね、選んでですね、コントロール I で、可読性と再利用性を上げたいです。リファクタリングしてくださいというふうに打ちます。はい。そうすると、提案してくれました。いろいろと変わってると思うんですけども、一旦ですね、これでアクセプトします。はい。そうすると、こんな感じで、関数を使ってですね、リファクタリングしてくれました。ちょっと挙動を見てみましょうか。更新をして、はい、問題なくですね、動いているようですね。はい。こんな感じでコードをきれいにすることもできます。あとは、関数に型ヒントを与えたいなっていう時ですね。そういった時も、これ全体選んで、コントロール I で関数には型ヒントを書いてください。はい、そうすると、こんな感じで提案してくれました。はい、型ヒントですね、ちゃんと書いてくれてますね。で、アクセプトをします。はい、そうするとコードがですね、綺麗になりました。で、あとは関数名とかもですね、自動で考えてくれるので、ここら辺もかなり整理されたコードを書くことができます。はい、で、機能としてはこんな感じなんですけども、皆さんどういうふうに思いますか？
で、いろいろと修正してアプリを作成したので、さすがにプログラミングの知識がゼロでは、そのアプリケーションを作るのは難しいかもしれないんですけども、チャット GPT とか、この GitHub Copilot があれば、アプリケーションを作るハードルがすごい下がってるなっていうふうに個人的には思います。興味がある人は、無料トライアルで使えるので、一度触ってみてもいいのかなというふうに感じます。はい、以上で本日の動画を終了したいと思います。この動画が良かったなっていうふうに思う人は、高評価、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。